こんにちは、なっすいです。前回は12月の購入品紹介を紹介したんですけど、今回は2025年のベストバイを紹介していこうと思います。2025年も僕は毎月購入品をこんな感じで紹介したので、その動画を見返して自分でまとめてみました。で、結構ね、やっぱりなんか前半に買ったものとか忘れがちだったり、割とね、なんかベストバイとかって最近購入したものとか結構多くなりがちだと思うんですけど、一旦全部見返してちゃんと考えて選んだので、早速1つ目から紹介していこうと思います。結構ブーツとかコートとか小物とかアウターとかパンツとか結構まんべんなくあるので、最後まで楽しんでくださいということでいきます。はい、ということで1つ目なんですけど、まずはこちらです。これは割と最近ゲットしたアイテムなんですけど、 GR8 とドクターマーチンのコラボのブーツになってます。結局ね、このブーツ結構履いてますね。見た目もかなりボリュームがあって、ソールも多分3センチぐらいあるかな。割と漏れる高さ3、4センチぐらいありますね。で、何がいいかっていうと、まずこのパンツとかで結構大きいもの、今年は割と貯めて履くことが多かったので、その分こういう大きいブーツでしっかりズボンの裾をキャッチしてあげるときにかなり使いやすかったし、なおかつこの靴のポイントはやっぱりここがゴムになってるので、すごい歩きやすいですね。こんなにごっついブーツなんだけど全然疲れないっていうのが特徴的ですね。で、ドクターマーチンのこのソールが本当に歩きやすいのもあるけど、ここの足首部分が疲れないのもかなり特徴的な靴になってます。で、デザインもね、かっこいいよね。今まであんまりなかったような感じのこのフロントジップで、なおかつここがゴム素材なんだけど、すごい綺麗に立ってんだよね。この履いてるコーデも何個かあると思うので、写真もこんな感じで載せておきます。ということで、最初のベスト10からいくので、9、10、9、8、7、6まではサクサクっといこうと思います。今年買ってよかったベストバイ9位はこちらです。はい、ということで、カシミヤのチェスターコートですね。で、これはね、ちょっと見返さないと割と思い出せなかったぐらい、いつどっちで買ったのか分かんないんですけど、動画見返してみたら1月の購入品紹介でギリギリ2025年の始まり一発目だったので紹介します。でもね、最近ももう今年も冬始まっててめちゃめちゃ着てますね。こんな感じの結構クラシックな超シンプルなチェスターコートなんですけど、見てもらったら分かる通りカシミヤ素材なので、めちゃくちゃ高級感のある素材になってます。このぬめり感のある毛と、もう本当に素材感がすっごい柔らかいですね。で、着た感じもあったかいし、なおかつちょっと袖が少し短いんだけど、僕の場合はこれが逆に結構お気に入りになってきてて、こんな感じで袖からインナーの色とかを出せたりするのもすごい好きですね。で、特徴的なのはこのパワーショルダー。ちょっと昔のチェスターコートだと思うので、めちゃめちゃこんな感じでパワーショルダーが効いてます。すごいがっちりとした感じに見えるチェスターコートですね。丈感はね、膝下くらいです。割と長め。めちゃめちゃかっこいい。で、ブランドはね、ないですね。どっかのブランドってよりかは、どちらかというと昔の仕立て系のチェスターコートだと思います。ここにカシミヤ 100% っていうタグがついてます。今年は割とクラシックなアイテムに挑戦した年だったので、それもあってめちゃめちゃお気に入りですね。で、いつも通りこんな感じのポップなアイテムもすごい買ったんですけど、割とかっちりしたコーデとかクラシックなアイテムを使ったコーデが結構ありました今年は。なので第9位に選ばせていただきました。ということで、続いては第8位いきます。はい、第8位はこちらです。はい、こちらもプラスチックプロダクトっていう韓国のブランドのジャケットですね。ちょっとコートっぽい感じの着丈なんだけど、で、ちなみにこれは最近の購入品で紹介した11月ぐらいかな、先月ぐらいで紹介したんだけど、めちゃめちゃかっこいいです。こんな感じのちょっと着丈が長めのデニムジャケットになります。で、このブランドは本当になんか独特なパターンとか独特なデザインが多くて、シンプルなんだけどいろいろこだわりを感じるようなブランドですね。最近僕が好きなのは
襟を立てて使うことができるので、こんな感じで使ってます。冬はねこうするだけでめちゃめちゃあったかいし、デニム素材なんだけど結構分厚めのデニムで、なおかつ僕はこの中にニットとか、今みたいにちょっとフーディーとか、あとインナーダウンとか着てもめちゃめちゃあったかいので、全然東京ぐらいの冬だったらいけますね。ソウルの方とか北海道の方とかはすごいもっと寒いから、多分これだけだったらかなりきついけど、全然今の東京の12月末ぐらいの気温ならいけます。もうちょっと2度3度とかそこら辺まで下がるとさすがにちょっと寒いと思うけど、今日ぐらいの6度から9度10度ぐらいまでは全然いけますね。結構大きめの作りになってるので、中にこんな感じで今シュプリームとナンバーナインのフランネルシャツ着てるんですけど、これだけでも割とあったかいです。で特徴的なのもう一つは、ここの胸ポケット部分にボタンが2つついてて、こんな感じでパカッと開くことができます。はい、このブランドはねほんとなんかかっこいいデザインのアイテムがすごい多いので、ぜひ気になった方はチェックしてみてください。ということで次は第7位いきます。はい、ということで第7位こちらです。はい、こちらも中国のブランドなんですけど、シンプルプロジェクトっていうブランドの、これはスラックスですね。でストレートというよりかはどちらかというと少し広がるような感じの質感でね、このパンツはコットン 100% なんだけど、すごいパリッとしたちょっと表面がつるっとしたような感じのナイロンっぽい感じのパンツのスラックスですね。でね、めちゃめちゃシンプル、形もシンプルだし、太さも細すぎず太すぎずぐらいの本当にちょうどいい太さでなおかつ黒のスラックスっていうことで、今年めちゃめちゃ履きました。多分1番2番ぐらいを争うぐらいに履いたんじゃないかなと思います。後で紹介するんですけど、そっちの方はデニムで今年そのデニムとこのスラックスをめちゃくちゃ履いたかなっていう、多分自分の中で結構とりあえず困ってたらこのパンツ選んでましたね今年は。正直何でも合うスラックスかなと思います。でこのシンプルプロジェクトっていうのも割となんかこうさっきのとはちょっと違ってシンプルなんだけど、少しなんか要所要所で攻めてるデザインが多くて使いやすいんだけど、他のブランドにはないような一癖みたいなのが結構あって、で中国のブランドで割と動画も結構好評だったんですけど、めちゃめちゃ良かったです。ということで第7位はシンプルプロジェクトのスラックスでした。結構コーデがいろいろあると思うので、ちょっとインスタから探して載せておきます。ということで第6位です。惜しくも入らなかったっていう感じなんですけど、正直ねこれはちょっとめちゃめちゃ迷った。入れるべきか入れないべきかすごい迷ったんですけど、ちょっとまだ期間が浅かったので6位にしました。それがこちらです。はい、ルイスの今季のデニムですね。でこれもね確か先月ぐらいの購入品で紹介したんだけど、めちゃめちゃかっこいいしめちゃめちゃ履いてる。で展示会に見に行った時も超良くて、まずこの太さ、本当に今年はめちゃめちゃワイドが流行ったんですけど、標準的なワイドぐらいかな。でも形がすごいストンと落ちてて綺麗なストレートにも見えるし、やっぱ特にこの色合い、結構淡めのデニムってすごいなんかもう最近、大学生ぐらいは結構履いてたんですけど、最近はあんまり履いてなくて、淡い色のデニムすごい難しいなって思ってたんですけど、このね加工がめちゃめちゃかっこよくて選びました。で最近も本当にもう結構履いてる。でこんな感じでかかと部分はダメージ加工もされてあるんですけど、こんな感じで裾を引きずったようなデザインになってます。でこっちはこうやってつながってたんですけど、本当はこっちももう破れちゃってめちゃめちゃ履いてますね。で結構ね最近腰履きすることが多くて、この股上がねちょっと長めだと思うんですけど、こんな感じで腰履きした時に裾を溜めた形がすごい綺麗に出るパンツなので、めちゃめちゃ愛用してます。ということで第6位はルイスのデニムでした。はい、ということでここからがもうベスト5いきます。ちょっとじっくりいこうかなと思うんですけど、第5位はこちらになります。はい、さっきも紹介したスラックスと同じブランドなんですけど、シンプルプロジェクトの
これハーフジップジャケットになります。でね、これはね割とそんなにめちゃくちゃ普段から着てるってわけじゃないんだけど、結構なんかかっちりしたい時とかすごい決めてかっこつけたい時にこれは割と選んでましたね。で本当にね、このさっきの紹介したシンプルプロジェクトっていうブランドの特徴がかなり出たようなアイテムで、さっきのスラックスは本当に結構シンプルだったんですけど、こんな感じのテーラードを基調とした感じので一番上まで締まる感じのジャケットになってますね。で素材感もかなりナイロンとビスコースレーヨンっていう素材だったかな、結構張りのあるつるっとした、テーラードの素材感でプラスこのジップもダブルジップになってるんですけど、ここまでは普通のテーラードっぽい質感なんだけど、ここからシャツっぽい感じのボタンになってて、でこういうねポケットとかもちょっとなんか攻めたような少し丸みが帯びてあったりとか、あと後ろも少しゴムで絞りがこうついてるので、前から見た時に少しキュッと気持ちキュッと絞ってくれてるので、こう立ってる時の立ち姿のここのラインがめちゃくちゃ綺麗ですね。で素材感もねすごい柔らかい素材感なので、シワになりにくいぐらいなギリギリなんだけどパリパリしすぎてない、すごい柔らかい質感ですね。でダブルジップぐらいは全然普通についてる感じで、いろんな着方ができるジャケットだったのでめちゃくちゃ愛用してます。で今年は割とマオカラージャケットとか僕は一番上まで締めるボタンにすごいハマってたんですけど、このジャケットもそのなんか自分の好みにかなり合ったスタイルだったので購入しました。ボタン開けるとこんな感じで少しシャツっぽい感じで使えるラフなスタイルですね。でも僕は割と一番上まで締めるスタイルがすごい好きでした。全然一番上まで締めて逆にこっちは開けちゃうみたいな感じのレイヤードの使い方もかなりできたんですけど、本当に結構面白いデザインのジャケットだったので、こちらは多分夏ぐらいかなに購入したアイテムですね。ということで第5位は2つ目のシンプルプロジェクトのジャケットでした。続きまして第4位いきます。はい、ということで第4位はこちらです。はい、今年も僕が一番つけたサングラスかなって思うんですけど、これも夏頃に買ったかな、コムサオプティックのサングラスです。このサングラスね本当に評判で、めちゃくちゃ、評判っていうのも割となんか僕の目の感じだったりとか顔の形とかなんかいろんな面で割となんかめちゃめちゃ自分に合ってるサングラスだなってすごい思いますね。この紫の色合いとかも自分の肌の色だったり自分の顔の特徴だったりとかにすごいフィットしてる奇跡的に見つけたメガネですね。でコムサオプティックはいろんなところで紹介してるんですけど、もう売られてないブランドで昔やってたブランドなんですけど、かなりこんな感じのかっこいいデザインが多いので、巡り合った時に自分にサイズフィットするサイズだったりとかフィットするデザインだったらめちゃくちゃおすすめです。なので古着屋さんとか、それこそセカストとかにもたまに置いてあるの見るし、頑張ってメルカリとかヤフオクとかで探すのもありかなって思います。今年はリムレスメガネがすごい流行った年だなって思ってるんですけど、リムレスメガネが流行ってるんだけど割となんか若い子の間で流行ってるというか、10代後半から20代にすごい流行った年だなと思ってるので、僕もちょっと気になってたんですけど、あんまりそこと被るのも嫌だなと思ったので、このコムサオプティックのメガネを見つけた時にもう即決しましたね。こんな感じのデザインです。このジャケットとも結構いろんなとこで合わせたかなっていう思い出が今あるので、ちょっと写真あると思うんでこんな感じで載せておきます。めちゃくちゃかっこいいコムサオプティックのサングラスでした。これは第4位でした。ここからはトップ3になります。結構どうだろうな、いつも僕の動画を見てくれてる人は絶対見たことあるっていうアイテムばっかりなので、少しちょっと予想してみてください。バッグ、パンツ、シューズです。この3つの中のどれかです。ということで第3位いきます。はい、第3位はこちらですね。はい、コーチのホワイトのレザーバッグになります。でショルダーバッグにもなるしハンドバッグになるぐらいのサイズ感ですね。で今年の前半のベストバイでカルバンクラインのこのくらいのサイズ感のバッグを紹介したと思うんですけど、多分上半期の方でその後に多分こっちをゲットしたかなって思うんですけど、最近はあっちのバッグもすごい使ってるんですけど、こっちのバッグがめちゃめちゃ使うことが増えましてね。なんだろうな、冬っていうのもあるかな、
さっきみたいにチェスターコートだったりとか黒いジャケットとか、こんな感じのジャケットを着てる時にこういう感じで持っておくとすごい花というか色が入ってなんかコーデ全体が締まるのですごい僕の色合わせ的にはかなり好きでしたね。でデザインもかっこいいし、この大きいコーチのバックルがあるのですごいなんかこう開閉も楽だし、あとショルダーバッグでも使えるのでこんな感じでもいろんなコーデに合わせましたね。でこのバッグなんですけどサイズ感がもう本当に良くて、僕の場合だったりとか、例えばいつも持ち歩くのはだいたいこういうセットで、まず1つ目モバイルバッテリー、これはコンセント付きのやつなんだけど、こういうのを1つ入れるんですけど、ここにね内側に大きめのポケットが1つあるので、こっちの外側に縦にちょっと小さめのポケットが2つあるんですけど、僕はだいたいいつも使う時はもうここにまず1個収納しちゃいます。でここ今入ってるんですけど、最近だと目が乾燥するので目薬と、あとリップも入れますね、もう片方に。でプラスここからいつもだいたいデジカメ、このぐらいのサイズのデジカメを入れるんで、これはもう表に入れちゃいますね。でプラス財布、ウォレットチェーンで腰につける時もあるけどカバンに入れる時もあるのでこんな感じで入れて、このぐらいで結構もう終わりなんですけど、最後だいたいサングラスとかを持ち歩く時はケースも持ち歩いたりするのでこんな感じで入れて、で割とちょうどいいぐらいの量になりますね。こんな感じで、ここの外側にもポケットがあったり、あとこの内側の外こっちにもポケットがあるので、例えば僕の場合はこういうメモを残す用のノートとかもちょうどいいサイズで入るので、こんな感じで外側の方にこう入れたりとかもして持ち歩いたりもします。なのでかなり使い勝手がいいしデザインがかっこいいので、今年はめちゃくちゃ使ったかなと思います。ということで、なので、第3位に選ばせていただきました。はい、ということで続いてが第2位なんですけど、こちらになります。はい、どうですか、パンツで当てれましたか？結構ね、もう僕のインスタも YouTube も見てくれてる人は結構予想できたんじゃないかなって思うんですけど、ジェデットロンドンの LDN デニムですね。結構ジェデットロンドンのアイテムの中でも過去一ぐらい好きなデザインでしたね。めちゃくちゃ履いてます。でこのバキッとした感じの色味と、あともう本当にがっつりワイドのデザインになってるんですけど、ここのねベタっとした LDN のロゴがめちゃくちゃ良くて、なんか普通のデニム履くよりもなんか元気が出るというか、気合の入るド派手な感じでデニムで腰元と足元を飾ってくれるので、今年はめちゃくちゃ履きました。で多分コーデ紹介だったりとか、インスタの写真とかでもめちゃくちゃ多分今年履いてるので、みんなもう見たことあると思うんですけど、こちらですね、ジェデットロンドンの LDN ペイントデニムでした。で最近もう一個このパンツのアップデートバージョンというか、ちょっと汚れたデザインのデニムも出てるので、多分めちゃくちゃ人気だったんだろうなって思ってます。で結構僕が友達と遊ぶ時とか、イベントに行った時とかもそうだし、インスタとかでもめちゃくちゃこういろんな人に聞いてもらうことが多かったデニムですね。なので自分の好みでめちゃめちゃ履いてたのもあるし、他の人からもすごい褒められたデニムです。はい、ということで栄えある第1位の紹介に行こうと思います。第1位はこちらです。はい、MM6 のブーツになります。これめっちゃ履いたな。なんかもう本当に多分これなんか僕の足にめっちゃ合ってて、で結構もう履くとどんぐらいかな、1234、4センチぐらい、45センチは盛れるんですけど、でもなんかめっちゃなんか盛りすぎてる感じがないんですよね。割となんか自分的には旅ブーツより盛れるかなって思ってるんですけど、多分ね先のこのソールもいやらしくないぐらいの分厚さなので、こう全体的にここから上がってるからなんかなおさら高くなってんのかなって思うんですけど、でもなんかあんまりこう持ってるようなブーツに見えないというか、なんだろうな、デザインがかっこいいからかな。ということで第1位は MM6 のブーツでした。で僕は昔旅ブーツも持ってたことあるんですけど、こっちのブーツの方がめちゃめちゃ好きですね。というのもやっぱイベントとかクラシックな合わせとかコーデ、冬のコーデとか、今も着るし、夏もブーツですごい履いたし、去年はヒステリックグラマーのブーツめちゃめちゃ履いて、今年も履いたんだけど、2025年のベストバイはこの MM6 のブーツでした。この大ぶりの後ろのジップももう本当に当たり前にかっこいいし、皮が柔らかくてこの薄い皮なので全然足も疲れないし、なおかつこんなになんかかかとが高いのに全然疲れない。
本当になんでだろうって思う。まあそれはスニーカーとかよりは疲れますよ。でもブーツの中だと全然疲れなかったですね。で多分ね、なんか旅ブーツの方が個人的には疲れました。まあサイズ感が合ってなかったのとかもあるかもしれないけど、僕はこっちのブーツの方が全然疲れないですね。旅ブーツはちょっと高めのものを持ってたような気もする。いやーでもやっぱかっこいいなこのブーツですね。さすがに今年多分一番自分がかっこつけたい時に手に取ったブーツですね。まあ普段履いてるブーツとか楽にかっこよく履けるスニーカーとかはもうたくさん紹介したんですけど、今年自分が履いててなんか気合が入るというか、履いててめちゃめちゃ背筋が伸びるようなブーツでした。なのですごい自分のテンションも上がるし、おしゃれしてんな、かっこいいなって思いながら履いてるブーツでしたね。これはちょっと長く履いていきたいですね。ソールも少しもう結構擦れてきてるので、変えたりとかお直ししながら長く履いていこうと思います。はい、ということでこんな感じでした。僕の2025年のベストバイはどうでしたでしょうか。トップ3から予想できましたかね。今年もたくさん皆さんも見てくださりありがとうございました。来年からもたくさんまた動画を上げようと思ってるんですけど、今年はちょっとガジェット紹介どうしようかなっていうのを考えてるので、いっぱいコメント来たらやります。みんなのベストバイだったりとか、このアイテムめちゃくちゃ買ってよかったですとか、このアイテムちょっと本当におすすめなのでぜひチェックしてみてほしいですとか、ブランドとかアイテムあればぜひコメントしてくれると嬉しいです。ということで2025年もありがとうございました。来年もよろしくお願いします。ということで、なすいでした。また次の動画、2026年の動画でお会いしましょう。バイバイ。